これでうち来ると1ヶ月ぐらいこれやらされるまだ原稿は触らせないどうも浦沢直樹です。今日はですね、定規で線を引いてみようみたいな感じで、漫画の描き方の基本の基本みたいな、ところをまずやってみようと思ってるんですけども、定規で線を引くっていうのは本当にもう慣れるしかないんですよね。不思議とね、定規で線を引いている線でまとまっている方がなんとなく売れ線に見えます。僕実はフリーハンドの絵のが本当は実は好きなんですけど、手っ取り早く売れ線に見えるのは定規線の方がなんとなく売れ線に見えるのかなとも思います。とりあえず皆さんにこの定規を使って線を引いてみようっていうことの今日はいろはの「い」からちょっとご紹介しましょう。筆を拭くっていうのが大事な作業があるじゃないこれはね、3枚を四つ折りにするわけですよ。そうするとこの3枚の厚さでやると映らないんですよ。これ40年間ぐらい3枚四つ折りなんですよ。僕は今これ日本字ペンっていうのを使ってるんですけど、デビュー当時は G ペンだったんですけど、やっぱり全然違うんですよね、形ね。日本字ペンって吉田聡さんに勧められて、自分が求めるペン先ってこの世にないんじゃないかなんていう話を吉田さんと話してて、そしたら「いや浦沢さん、それだったら日本字ペン試してみねえよ」って言われて、わざわざ送ってくれたのね、彼が。で使ってみたらね、カブラペンでもないし G ペンでもないし丸ペンでもないんだよ。ぼんやりと全部それがこう真ん中な感じのペンだったのね。ただなんか耐久性がなくてすぐポシャるんだよね。もう少し長生きしてくれればいいんだけど、これね、驚くほど細い線出るんですよ。このぐらいの線が出ますよね。こういう罫線のミリ系のついている原稿用紙をね、これトレーニングで使ってね、このミリからここまででまた1ミリ間隔でこれでずっとやってね、この紙一面をこの1ミリ間隔の線で埋め尽くすっていうのをねやるんですよ。それうち入門した新人さんは必ず、最初の3日間ぐらいずっとそれです。こんな感じよ。こういってスパーッときれいに抜けるっていうトレーニング。キャッチボールでスパーンって真ん中に投げるトレーニングをしないと、ボールとストライクの間みたいな微妙なコースに投げ込むことできないでしょ。確実に1ミリ単位で、そして最後きれいに抜くっていう、これをずっと繰り返してると相当コントロールがつくんですよ。あとはこのフリーハンドでこのこうやったりとか、あと逆払いのこっち払う。これに対してこの微妙な角度でかける。そうすると模様みたいなものが出てくるとうまくいっている。この辺がね基本動作。これでうち来ると1ヶ月ぐらいこれやらされるまず原稿は触らせない今この実演するとね、こう上がってない方でやっちゃうとこうなっちゃうんですよ。インクがバタンって垂れちゃって、あーって事故がどうしても起きちゃう人は、この1円玉をここに貼りましてね、そうするとこう全体的に浮くんですよ。そうするとこれはもうそういう事故は起きなくなる。もう元来浮いちゃってるから。
これはもう古い漫画家たちはみんなやってますね。これがスピード戦ってやつをやるときにいかにばらけさせるか。3223みたいな、12132みたいな。これさっきのやつやっちゃったんだよこれで綺麗になったからちゃんと。でもう少し消失を近づけるじゃないですか。これはこれがベタフラッシュってやつですよね。これも根気ですね。根気。これがついて初めてこう完成するんですよ。ベタフライになるね。練習でやるのがいいんですけど、なんか練習だからこれ今雑にやってるから雑なんですよ。で本番の時に絶対にちゃんときちんときれいに間違っちゃいけないみたいなプレッシャーの中でちゃんとできるかどうかっていうのと、絵を描く時全てそうなんだけど、本番の時のこの感情表現を本気絵で描いているものでないと本当は意味がないかもしれないのね。同じ絵を何度もよく描けますね、同じ顔を何度も描けますねみたいに言われるけど、それはそのシーンそのシーンのその感情に合わせた表情を描いてるから全部違う顔なんですよ。そのシーンのそのシチュエーションに合わせたその感情の顔っていうのを描かないと練習にならないんですよ。人生全て本番を繰り返すことが一番の上達方法だと。線というのはですね、本番の緊張の中で適切な線を引くっていう練習をしないと実は身についた練習にならないかもしれないので、なるべく本番の線を皆さんも引くようにしていただけると上達が早くなりますね。今言ってるのは全然アナログな話なんでデジタルの人には全く関係ないかもしれませんけども、8歳の頃から書いているというのを考えればもう50年以上僕書いてますから、僕が言うんだからほぼ間違いないと思うんで、本数書けば絶対に上手くなります。たくさん書いてください。ちょうどその頃、元アシスタントで現有名漫画家のツイートが、デジタル作画の集中線がすごいことになっているらしい。次回指定対談浦沢デジタル作画の集中線を学ぶの巻、お楽しみに。